もう一つこの YouTube は就活でもあると考えています。緩和ケアをやっていて、やはりいつも死を意識して生きているわけでありますが、自叙伝よりはこういうライブの方が自分らしい。皆さん、こんにちは。ドクターユースケこと緩和ケア医の高宮ユースケです。人生のトリセツ、あなたの幸せケアをお送りします。第17回のテーマはラストメッセージです。一連の講座は今回で終了です。私が死から生と命を考えるきっかけとなった原点と、トリセツという言葉に込めた思い、そして皆さん勇気づけるメッセージをお届けします。今回 YouTube のテーマでもありました死から生と命を考える、私の原点をお話したいと思います。福岡の、私修韓高校を、卒業したんですけれども、高校時代は剣道に明け暮れたり、3年生9月、受験前ですが大運動会というのをやったりして、非常に感動し涙を流すことも多かったんですが、大学に入ってもそんな生活ができないかということを考えておりましたところ、修韓高校の先輩が早稲田の応援団の団長をしているということで、早慶戦の応援団に入ればそういう感動をまた味わえるのではないかと思ったわけであります。慶応大学の経済学を受けたんですけれども、2、3ヶ月か勉強してなかったんですが、補欠に入って、結局お呼びはかからなかったんですが、このくらいで大丈夫かなっていうので、浪人した時もちょっと怠けてしまって、また失敗し、2年目の浪人、2浪になりました。その時の予備校の恩師、志賀武雄先生が、私の運命の人でありました。彼はこんな講義をしてたんですね。人は皆死ぬ。私も君たちに教えながらこの教団で死ねたら本望。だから今日一日を生き抜くんだ。夜寝るときにこう言えたら幸せ。I have done my best. 君たちの中で無限の可能性がある。まだ気づいていない。どう生かすんだ。どんな人生を送るのか。そういう問いかけの中で、私はもともとどっかで医師になりたい。でも医学部の受験を逃げてた自分があってですね、文系落ちたにもかかわらず医学部を目指しました。人の役に立ちたい。解雇されても手に職あれば信念を貫ける。例えばムイソンやアフリカの難民キャンプもある。実は小大学卒業してすぐにソマリアの難民キャンプに行ったことがあったんですが、横にいるのは国井先生、今グローバルヘルス技術振興基金の CEO で、その時の思いをずっと伝えている先生でありますけれども、そして医師になれてたくさんの人生を知る、人生が豊かになるとも思いました。その予備校の志賀先生はいつも言っていた言葉、夢見てまず大きな夢を持ちなさい。そして考え込まずにまず行動する。そして反省し考え、祈りというのは神様ではなくて自分はベストを尽くしたと思えたらいいじゃないかという言葉であります。そして私は医師になることができました。この死から生との命を考えるっていうのは私の教育の原点でもありまして、この1回の講義が私もそうでしたが、誰かの人生を変えるかもしれないと思ってやっております。小中高校生、医学生、予備校生に対してということであります。次にレンガ職人というお話をしたいと思います。世界中を回っている旅人がある町外れで、一人の男がなんかレンガを積んでいたと。で、その男に近づいて、何してるんですかって聞いたら、見ればわかるだろう、ただレンガを積んでるだけだよ。つまんない仕事だけどね、と言った。で、もうちょっと歩いていくと、別の2人目のレンガ職人、何してるんですかって言うと、壁作ってんだよ。大した仕事ではないけどね、でもこれで家族も養えるから、いいかな、っていう話をしてた。そしてもっと歩いていると3人目のレンガ職人やった。3人目のレンガ職人は、俺たちのことかい。俺たちは歴史に残る偉大な教会を作っているんだ。ここで多くの人が祝福を受け、悲しみを払うんだ。素晴らしいだろうと言った。皆さんが今やっている仕事とか勉強、それはただのレンガだと思うとそこまでですが、その先にある夢、医学生であれば医師になるとか、待っている患者さんがいるということはありますが、そういう夢を、ゴールを描きながらやると、そのレンガの意味も変わってくるのではないでしょうか。ここから皆さんを勇気づける言葉を送っていきたいと思います。これはカナダの研修に行った時に勇気づけられた言葉。Do not cast a darkness, but light a candle.
暗闇を罵るのではなくて、一本のろうそくに火を灯しなさい。人生いろんな壁にぶつかるだろう。でもあれがない、これはできない、あいつが歩いてその場にいるのではなくて、一本のろうそくに火を灯し、そして新しい扉を開くという勇気づけられた言葉であります。中村哲先生、アフガニスタンで活躍され、銃撃で命を落とされましたが、一遇を照らすということを言っておられました。自分の持てる能力を発揮して一遇を照らす人になる、暗闇を照らすということであります。私も振り返りますと、緩和ケア30年やってきましたが、30年前はターミナルケアと呼ばれて、敗北の医学、医者の仕事じゃないとも言われていました。でも人は皆死ぬ。参加があれば終末期の専門家も必要だろうと思いましたし、一番の、続けられる原動力は、緩和ケアを必要とする患者さんご家族がおられたということで、ブレずに続けることができました。この方は、シシリー・ソンダース先生、ホスピスの母、創始者と言われている方であります。2005年亡くなった時にこんな言葉を残しています。I did not found hospice. 私がホスピス作ったってわけじゃないんだ。Hospice found me. ホスピスが世界の中で人生の中で私を見つけてくれたという言葉であります。私はここに緩和ケア入ろうかと思いますが、皆さんもすでにそれが見つかっているかもしれませんし、将来それが見つかったらいいなと思います。私は今年3月に定年退職で最終講義をさせていただきました。あまり年を取って続けているの老害といいますか、うまくないかな、フェードアウトした方がいいかなとも思っておりましたが、今、呼吸器外科医の高宮慎之介、息子と一緒にコラボ講義をしておりますが、息子の講義の中に、10年後の理想の自分から今の自分に手紙を書くというワークがあってですね、75歳か。で、実際書いてみると、まだまだ高宮祐介を生かすべきではないかというふうに思い至りました。今、TMG といいまして、戸田中央メディカルケアグループで、緩和医療特別顧問ということで、臨床月火は、臨床をさせていただいて、結構ベッドサイドにも患者さんとかにも行っております。で、水木金は小中高校生、医療系学生、一般市民へのマインドフルネス、命の授業の出前講義をしております。で、さらに、もっと広められたらいいなということで YouTube を考えたわけでありますが、実は私はあまり YouTube 見たことなかったんですが、ただ YouTube ですと著作権とか、関係するのにご遺族や出版社にも連絡を取りましたが、例えば西田君のご両親からこういう、メッセージをいただきました。息子はもう亡くなったけれども、誰かのためにずっと働き続けることができたら素晴らしい。ぜひ広めてほしいということをいただきました。そして、このドクター祐介の人生のトリセツ、みんなの幸せケアを始めたわけであります。トリセツって何だって感じですが、実は医学生の私ずっと支援をしてて、特に留年生とか、2回留年するともう自動的に退学なので、みんな本当に精神的なストレスもあるわけでありますが、医学生、大体みんな、優秀ですが、誰かの真似をしてもダメだよ。自分の取扱説明書を考えようや、君のいいところは何？得意なところは何？どうやったら自分のパフォーマンスを最高にすることができるのっていうので、自分の取扱説明書を考えようやっていう指導をしていたので、今回トリセツというふうに使わせていただきました。もう一つこの YouTube は就活でもあると考えています。緩和ケアをやっていて、やはりいつも医師を意識して生きているわけでありますが、自助伝よりはこういうライブの方が自分らしい。今4歳と1歳の孫がいますが、大きくなってじいじはこんな声でこんなことを言っていたというふうに伝えたいというふうに考えています。また1本英語を出しましたけど、講演をこうやって英訳していくと、世界に届くんじゃないか。例えば TED トークとかで、話せたらいいなと思っています。最後に、皆さんアメリカのキング牧師ってご存知でしょうか。公民権運動を進めながら39歳で暗殺されますが、彼の生前の有名な演説、I have a dream を私の夢として皆さんにお伝えしていきたいと思います。I have a dream。命の授業を日本中の子供たち、世界中の子供たちに届け、今日生きている喜びを伝えることができますように。セルフケア、マインドフルネスを誰かをケアする人自身のケアとして広めていくことができますように。
I have a dream。皆さんが私の YouTube で自分自身のケアするきっかけとなりますように。皆さんが死を通して生まれてきた意味や役割を考え、周囲の人たちに感謝を感じながら人生を後悔なく過ごすことができますように。毎回幸せケアワードをお伝えしています。今回の幸せケアワードは、夢見て行い考えて祈るです。まず大きな夢を持つ、そして考え込まずに行動する、そして考え反省し、ベストを尽くしたら自分自身に祈るということであります。小中高校生一般の方向けに命の授業を出前出張でお届けしています。リットリンクのご連絡の Google フォームからご依頼ください。また、Facebook で緩和ケア、マインドフルネスの情報発信をしています。また、Facebook のライブを行っています。高宮祐介、友達リクエストをお願いいたします。本日は見てくださり本当にありがとうございます。もし動画を見て何かを感じたり考えてくれたら嬉しいです。チャンネル登録、いいねをいただけると私も励みになります。一連の講座は終わりますが、折に触れて皆さんの役に立つ動画を配信してまいります。日本のどこかで皆さんにお会いできることを楽しみにしています。それでは失礼します。最後にちょっと一本締めで終わりたいんですが、すみません、私、博多出身で、博多の祇園山笠の特にある一本締め、博多一本締めへ行きたいと思いますが、これ山笠1トンのみこしを5キロ全力疾走で走る競争の最後に一本締めでありますが、1本と言いながら最初は2本です。ちょっと練習した方がいいかなと思います。よーパンパン、お一つパンパン、よーパンパン、最後だけちょっと難しいので、よーパンパン、最後だけよーパンパン。じゃあ本番いきます。本番ちょっとゆっくりめでいきます。よーもう一つよーなんか、いけそうな感じですね。はい、それでは、ご清聴ありがとうございました。お疲れ様でした。